start beating. Your room stays quiet, mine inside I'm screaming. Do I feel love? I don't have a clue. Will you love me? 'Cause I love you.6万円で買ってきて放置車両だったんで、ショップに頼んで100万ぐらいで直してもらって、でエンジン乗せ替えて60万かかってるんで。エンジンはオリジナルのエンジンですか？いや、もうぶっちゃけで言うと父親が組んでくれたエンジンをそのままもらって、でエンジンもともとインジェクションだったんで、それをこれキャブなんでキャブに戻してもらって60万ぐらい工賃込みでやってもらって、1678のチューニングエンジンが RR なんで。あ、そっかそっか、これがエンジンか。 RR 初めて見た。これは何、水平対向？水平対向4気筒。もうシリンダーがもう横ってことですね。これ水平で。1、2、3、4。ああ、そういうことね。はい。クランクが縦に通ってんだね。あ、クランクは縦ですね。で、これがクランクだもんね。でこれがキャブで、これが1個10万ぐらいするんで、ウェーバーなんで高いんで。ってことは RR ってことは代表なんですか？これデフでまた向きを90度変えてるんですね、回転の向きを。そういうことですね。で MR とかみんな横置きにするから比較的シンプルな作りなのに、うん、このサビの具合がすごいなこれ。これで乗ってるのはこれかっこいいっす。完全にもう適当に埋めつば別で。あ、この辺はちょっと補修した後なんですね。何もないんで。とりあえずパテ埋めとけばとりあえず大丈夫かなっつう感じの。口張ってるまではこのままで。かっこいい。すげえ。一応もうこれ一応3点のシートベルトになったんで、はい、74年までは2点式でですけど、これからはもう3点なんで、3点式。ちょっとみんなと違う3点式なんですけど、なるほど。2点式からのここから横があるんで、そこでつなぐやつなんで。じゃあ本当に3点式が出始めた頃の3点式です。3点式なんですね。はい。面白い。これすげえ。これエンジンの音聞きたいですけど、エンジンかけてもらっていいですか？所長が大丈夫って言えば。サイレンサーを収めるスペースがないんで、このもういきなり後ろがあれですからね、エンジンでマフラー出口までの距離を稼ぐためにこうなってますね。ランボルギーニみたいですよ。駅マニがもうほらこう RR だからエンジンの真下に駅マニがあって、そこから集合させてって感じですね。お、これかっこいい。水平対向4気筒。ベルトがブル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 。シムがもうなくなっちゃったんで、もうこれ以上はあれになっちゃったんで決めらんない。これがスロットルですと。これをこうするとすげえ。いや、思ってた音とちょっと違ったよな。すげえかっこいい。ギアってミッションってどんな感じなんですか？4速です。4速マニュアルなんですか？はい、へえ。ここに書いてある感じで4速ですね。おお。これですね。パターンが書いてありません。ちょっとなんか汚いんですけど。これ一応これが入るから。なるほど。でこれがあれタコメーターになってて。まあドラッグパシンっぽいですよね。これがあるとね、でかいのが。なるほど。じゃあ純正は回転はないですね。ないんで、後付けでってことですね。はい。油圧と油温です。あ、ここにメーターが。はい。へえ。アクセルオルガン式だ。あ、全部オルガン式だ、ペダルが。そうです。これマジこれすげえ。ワーゲンのマークがちゃんとペダルに入ってる。はい。これはノーマルで。ドアの内側になんかシンプルな感じですけどね。サンバイザーとかも結構可愛いのがついてる。ちょっと至る所ボロボロで、ちょっと。いや全然このボロさがかっこいいでしょ。これ屋根とかすごいもん。これすごいですかね。もうサビにサビまくって、屋外のやつ、屋外でそのまま置きっぱなしなんで。これちょっと触ったら屋根穴開いちゃうそうで怖いもん。全然開かないですよ。まだ全然しっかりはしてるんですよね。全然しっかりしてますよ。
ただ表面の塗装がもうボロボロ剥げちゃうんで、あ触ると。あ、これはでも直さずにこのまま乗った方がかっこいいっす。あ、俺が一応はいお金もないのでこのまま乗る予定ではいます。こういうの1台あったらいいな。楽しいですね。うん。この1900とかそれぐらい2リッターぐらいのエンジンをはい。組むと04じゃないですけど、はいシルビアの14とかいい勝負できる。あ友達がなんかギリギリ14に負けたぐらい、あ、なるほどね。出だしは全然速かったっつ。まあトラクションかかるし軽いしってことですよね。車体が軽いですもんね。あれ1050ですね。ブレーキとかもちゃんと効くっすか？あ、ドラムです4輪。あ、ドラムブレーキなんですか、4輪。そう全然止まりますよ。あ、そうですか。でもただノーマル止まるんですけど、チューニングにするとちょっと止まりづらいんでディスクにしようかなとは思ってはいるんですけど。ウインカけますよーもこれサイドのウインカーもこれあ、これもそこもそうだ。優しい感じで光りますね。ああ、ちゃんと光ってますね。ここはなんか荷物が乗るような空間なんですトランか？クですね。どこがどうなってるのか全部見ておきたいですね。はい。おおトランクです。ここ本当はスペアタイヤ入ってるんですけど、あ、スペアタイヤここなんですか？取りました。で、穴も開いてるんで結構いろいろ。へーこっちはちょっとやばいですね。修理しないと。だからもう乗っけてないですね今。何も。ちょっとここは下が抜けちゃうか危ないですね。ですね。あ、すごい。これがガソリンタンクなんで、もうはい満タンに入れると結構匂いがガソリンの匂いが。ちょっとガソリンの匂いしますね。はい。ここにタンクがあるんだ。はい。あ、給油口がこれなんだ。これですわあ、なるほど、ここが給油口。ちょっと密閉性があんまり低いんで、満タンにすると匂いますね。ウォッシャー液がこれですね。はい伝送って書いてある。ネイブインジャパン。もう簡単にパカッて開いて、これ開いちゃう。わお、密閉口悪いんで全然もう手動ですね。素晴らしい。年式の人はここを開けて、こことかにも直接入れなきゃいけない年式もあるんで、へ僕のはもうこっちにあるんで、給油の時にこれは開けなくていいんでー楽ですね。こういうの、このバンパーがちゃんとこのなんつうんだろう、これトラックみたいな付き方してますね。純正のバンパー数75年の。これはすごいよな。動画に出たら多分結構反響あるかもしれない。いや、珍しいもん。本当みんな綺麗なんですけどね、わけサビがなくて、僕のはすげえサビついでなんで。屋根の塗装の剥がれ方にはびっくりだな。これは流れてますよ。この丸い目が可愛いじゃないですか。涼しいは涼しいです。三角窓だって、ここまでやればここから入ってくるね。すごく入りますね。まあ、僕の車はもうヒーター取っ払っちゃったんで、冬はもう寒いんで我慢してきました。もう冬は厚着で乗ると。はエンジンオイルってここから入れるんですかねあそうです。これですよね。何リットルぐらい使うんですか？ 4.5 入ります、ね。意外と少ない。 4.5 リッターなんですか？はい整理は空冷だとね、結構オイルの量多めかなと思ったんですけど、そうでもないですね。 4.5 ですね。オイルパンこれ入れたんで、はい。これ入れなければもっと少ない3リッターぐらいですね。あすごいちゃんと東京と駅マニの形がかっこいいですね。そこで結構部品とかもあるので。ただ年式によってもうその年式の特有の部品しかないってやつは高いですけど、このぐらいのやつだったら全然流用品もあるんで、旧車の中で一番維持がしやすくてお手頃なのがワーゲンかなとは自分は思ってるんですけど。旧車の中で維持しやすい。なるほど。